私はそのいわゆるいい人で、誰にとってもいい同僚です。ですが次男を怒鳴ってしまうんです。自分が父親にされたように。そう、自分の口から父親と同じ言葉が飛び出して。遅れてすまない。タクシーがね。はあ、聞いてくれよ。昨日小口銀行のやつに会った。そいつに投資させるつもりだったんだ。なのに結局当座貸越手数料を問い詰めて終わり。しかもその銀行、顧客に貸越だと伝えずに10万以上も小切手を切らせてた。そのやり方で顧客から何十億ドルも巻き上げてる。聞けば聞くほど腹が立って奴に聞いたんだ。顔を見据えてこう言ってやった。労働者から金をむしり取ってるのを分かってて、よく毎晩ぐっすり眠れるもんだなって。すると奴は席を立った。何も言わずにランチを中座だ。無礼だろ。これどっちが失礼だと思う？俺か、それともあのクソ野郎か？黙って立ち去ったんだぞ。どう考えても向こうだろ。マーク、何度も話し合ったでしょ。俺が悪いみたいに思わせるやり口だよ。言ったわよね。最低だ。遅刻して入ってくるなり会話を乗っ取るのはやめてって。俺はなんで乗っ取ってなんかないだろ。俺乗っ取った？ああ。仕事はコモディティ株。頑張ってな。マーク、あなたが喪失感を抱えてるのは分かってる。その話をしましょうか。話したくない。待った。ちょっと待って。くそ、これは出ないと。失礼。いや、いいよポーター。庶民の金をむしり取ってる奴らだ。どうせ長くない。それじゃあまた。95、30日遅れ、60日遅れ。これは期日通り。ファイコスコアはこれが 10%。10%。遅れてる。ああ、ここで追いついてるな。こっちも30日遅れ。LTV95、LTV90。支払いは追いついてる。60日遅れじゃないか。返答なし。なんだこれ。LTV110。30日遅れ。金利変更。2007年金利変更。2006年金利変更。LTV90。何なんだ。朝からずっとああだ。いつものことだから。採用面接以来話してない。この LTV はハイリスクな金利支払い、変動金型モーゲージだとか分かって買ってるんだろ。いやマイケル、どうした？ローレンス、面白いものを見つけたんだ。そうか、君がそう言うなら大儲けできそうだな。今度は何の株だ？ああ、違う株じゃない。住宅市場が下落する方にかけるんだ。空売りか。だが住宅市場は盤石だよ。グリーンスパンも言ってた。バブルは限定的で貸し倒れも稀だ。すぐ行くと伝えてくれ。今出る。それで？分かってないんだよ、グリーンスパンは。まさか本気じゃないだろうが、時々君は恐れを知らないことを言うな。事実だよ。グリーンスパンは間違ってる。他にどう呼ぶ？な、マイケル。メトロキャピタルと君とは、君が医者をしながら投資ブログを書いてた頃からの付き合いだ。この4年うまくやってきたろ。なぜ株を離れる？よく知ってるだろう。僕は本来の価値を見極めたいんだ。それが何であれね。で、見つけた。このモーゲージ債にはリスクの高い変動金利型サブプライムローンが大量に組み込まれてる。で、2007年になると大部分の金利が大幅に上がって、ローンは焦げつく。15% が債務不履行になれば破綻する。マイケル、一旦時間を置かせてくれ。また後で話そう。いいな。ローレンス、頼む。ちゃんと話を聞いてくれよ。モーゲージ債にサブプライムローン、ファイコスコア。よくわかんないでしょ？つまんない？嫌になった？それも当然だ。ウォール街はややこしい言葉を好む。専門家っぽく見えるからだ。まあ気にしないで。奴らには言わせておけばいい。代わりにマーゴット・ロビーに説明してもらおう。まずルイス・ラニエリが作ったモーゲージ債が銀行に巨額の利益をもたらしたの。何百億ドルものお金が債券を売るだけで手数料として入ってきた。でもそのうち売れる債券がなくなった。そういうことなら安定した収入がない人たちにも家を買ってもらえばいいじゃない。そこで銀行はどんどんリスクの高いモーゲージを債券に組み込んだ。ありがとうベンター。そうすれば銀行に利益が入り続けるでしょ。ところでそのリスクの高いモーゲージってサブプライムよ。
覚えといて、サブプライムってクソって意味。マイケル・バーリーが見つけたんだけど、そのモーゲージ債の 65% が格付け AAA。 嘘まみれの高値がついてる。だからそれを空売りするの。破綻する方にかける。分かった？よし、出てって。他の奴らが気づくのも時間の問題だ。今すぐ動かないとまずい。なんで質が悪いと言い切れる？何千ページもある債権の目論見書を読んだわけでもないだろう。読んだんだよ。読んだ？全部読んだ。あんなもん全部読んでるのは作った弁護士だけだろう。作ったやつも内容は分かってないと思うけど、住宅市場の好景気はまやかしだ。中身は返せないローン。時限爆弾だ。空売りを仕掛ける。だがどうやってやる気だマイケル。モーゲージ債には保険がないし、空売りする手段もない。安定しすぎてる。ローレンス、それをこれからやろうとしてるんだよ。銀行を説得して保険を作らせる。それで僕が買うんだ。ああいう商売は許せない。金に違いはあるよ。悪い金だ。おい、気をつけろ。それじゃ聞くが、お客にあんなひどい扱いをする企業がこの先成功すると思うか？そうだな、ゴールドマンは成功してる。マーク・バウムは確証を得るまでどんな人間も企業も信用しない。それが流儀だ。ユダヤ人学校時代からずば抜けて秀才だったマークだが、ある日ラビが彼の母親に言った。ポールは優秀ですし、マークはユダヤの立法をそれは熱心に学んでいます。では何が問題なんでしょう？マークが立法を熱心に学んでいたのは神の世界の矛盾を探すためだったんですよ。で見つけたんですか？後にマークはウォール街でヘッジファンドを立ち上げる。彼の鼻はイカサマを嗅ぎ分ける能力に長け、怪しげなものは必ず見抜いた。だがある悲劇をきっかけにマークの世界は闇となり、全てがまやかしに見えるようになった。待った。シンシアからだ。20分でオフィスに戻る。シンシア。セラピストから電話があった。またやったのね。タクシーのせいだよ。捕まりやしない。あなたを心配して言ってるの。行くには行った。あなた世界中の不正を見つけて歩いてるんだ。そうか。いつも怒ってる。そうだ、その通り。俺は意地が悪くて短気な男だ。けどこの街はクソばっかりなんだよ。クソに操られてる。なのにみんなのんきな顔して歩いてるんだ。エンヤのミュージックビデオみたいにな。食い物にされてるっていうのに気にするのは野球の結果がどうだったかだの女優の薬物依存のゴシップだ。薬を使った治療も考えない？それはやらない。話しただろ。仕事に差し障る。仕事嫌いでしょ？潮時じゃない？仕事は好きだ。いい家に組んでる。仕事が好きだ。ボロボロじゃない。仕事が好きだ。この仕事が好きなんだよ。マーク、私はあれ以来悲しくてたまらない。あなたも同じはずよ。なのになんでそれを表に出さないの？仲のいい兄弟だった。ポール、何する気だ？ポール！あなた全然その話をしようとしない。仕事を変えること本気で考えてみてくれない？分かったよ。それについては考えてみる。でもシンシア、それなら本当に大丈夫だから。おいちょっと待った。俺のだ。これは俺の。俺が乗る。これは俺のタクシーだ。後でかけ直す。